男は返り血を浴びたまま森の中をゆっくりと歩いていたのだ。背後にはもはや動かなくなった少女の体が残されていたのだ。その男は翌朝、何事もなかったかのように出勤し、同僚と笑顔で言葉を交わしていたのだ。犯行の直後に普通に仕事に行ったの？この男は12年間ソビエト連邦の広大な森と鉄道網を舞台に52人以上の命を奪い続けたのだ。被害者の多くは行き場のない子供や若い女性だったのだ。しかも捜査の過程で無実の男性が誤って処刑されるという取り返しのつかない冤罪まで生まれたのだ。なぜこの男は12年間も社会に潜み続け、なぜソビエトの国家権力はその犯行を止められなかったのだ。まずこの事件の舞台となったソビエト連邦、とりわけロストフ州について知っておく必要があるのだ。広大なステップ地帯と無数の鉄道路線が交差するこの地域は、人々が容易に移動できる一方で、行方不明者が出ても気づかれにくい構造を持っていたのだ。広い土地に鉄道が張り巡らされているから、犯人も被害者も自由に移動できてしまったということ？その通りなのだ。チカチーロはその鉄道網を最大限に利用し、各地を転々としながら犯行を重ねていったのだ。地元の人間ではないように見せられる点が、長期間の逃走を助けていたのだ。国家の交通インフラが連続殺人犯に利用されていたなんて恐ろしいわ。チカチーロが最初に標的として選んだのは、駅や停留所で一人でいる子供や若い女性だったのだ。声をかけて、近くに仕事がある、菓子をあげる、と誘い、人気のない森へ連れ込む手口を繰り返したのだ。普通に声をかけてくるから、相手も最初は怪しまないのね。チカチーロは当時、工場の資材調達員として各地を出張する立場にあったのだ。正規の通行証を持つ勤め人として振る舞えたことが、駅での不審者認定を回避させていたと報じられているのだ。まっとうな社会人のふりをして、その陰で考えるだけで吐き気がするわ。被害者には身寄りのない家出少年や、仕事を探して地方から出てきた若い女性が多く含まれていたのだ。社会の隙間に生きる、声を上げにくい人々が集中して狙われていたのだ。一番守られるべき立場の人たちが一番危険にさらされていたということね。ここでチカチーロという人間の背景を整理しておきたいのだ。1936年10月16日、ウクライナに生まれた彼は、幼少期をスターリン政権下の飢饉と戦争の中で過ごしたのだ。彼は極度の近視と夜尿症に苦しみ、学校でいじめの標的になり続けたのだ。モスクワ大学の受験にも失敗し、自分が社会から弾き出されたという感覚を深めていったと伝えられているのだ。成人後は通信技術士として働き、1963年に妻フェオドシアと結婚して2児を設けた。表向きは平凡な家庭人だったのだ。しかし妻は夫の勃起不全を早くから把握していたと伝えられているのだ。外見上はごく普通の家庭を持つ男が、その内側にあれほどの衝動を抱えていたということ？ 1973年5月には15歳の女子生徒への性的暴行という最初の記録された犯罪行為があったのだ。当時チカチーロは教員の立場を利用してことをもみ消したと伝えられており、この段階では逮捕には至らず、社会に泊まり続けたのだ。同僚の教員たちは彼の生徒への異常な接近を気味悪がり、複数の苦情が学校側に上がっていたそうなのだ。しかし組織的な対応はなく、彼はその後も職場を転々としながら社会に泊まり続けたのだ。最初の段階で止められていれば、その後の52人以上の命は失われずに済んだかもしれないのよね。1978年12月22日、チカチーロはついに最初の殺人に踏み切ったのだ。この後、事態は急転するのだ。ロストフ近郊の薄暗い森の園、枯れ草が霜で白く固まった地面の上、チカチーロは一人の少女を連れ込んでいたのだ。辺りに人影はなく、遠くから列車の走行音だけがかすかに聞こえていたのだ。少女が状況を悟り声を上げようとした瞬間、チカチーロは右手に持った刃物を振り上げたのだ。少女の抵抗は短く、鋭い金属音と乾いた地面を踏む音だけが静寂を破ったのだ。その場に立ち会った者がいれば止められたかもしれないと思うと、やりきれないわ。逮捕は1990年11月20日のことなのだ。捜査員が駅周辺で不審な行動をとる彼を尾行し、確保したのだ。その日がまさに最後の犯行日でもあったのだ。取り調べでチカチーロは当初否認を続けたが、やがて供述を始め、捜査官も把握していなかった犯行現場を次々と自ら案内したのだ。その淡々とした態度が捜査員たちに強烈な印象を残したと語られているのだ。自分から現場を案内したの？それは一体どういう心理なのかしら。精神鑑定の結果、チカチーロは可逆性愛に起因する快楽殺人者と判断されたのだ。殺傷行為そのものが彼にとって唯一の性的興奮の手段になっていたと鑑定書に記されているのだ。裁判ではロストフ地方裁判所が52件の殺人について有罪を認定し、1992年に死刑判決が下されたのだ。
1994年2月14日、ノボチェルカスク刑務所で銃殺刑が執行され、57歳で生涯を終えたのだ。52人という数字の重さが改めて胸に迫ってくるわ。被害者の多くは孤独な状況にある子供や若者だったのだ。バス停や駅で声をかけられ、人気のない場所へ誘い込まれたケースが大半だったと報じられているのだ。被害者の中には身元が長年不明だった者も複数おり、今なお家族の元へ帰れていない犠牲者がいるのだ。その事実はソ連という国家体制が生み出した記録の不備とも切り離せないのだと思うのだ。名前すら残らなかった被害者がいるなんてあまりにも悲しいわ。さらに見過ごせないのが冤罪の問題なのだ。シカチーロが野放しになっていた期間に別の男性が誤って逮捕され、この事件の犯人として処刑されていたことが後に明らかになったのだ。無実の人まで死刑になっていたということ？それはもう取り返しのつかない話よね。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず僕が気になるのは、シカチーロという人間がなぜあのような存在になったかという問いなのだ。彼は1936年ウクライナで生まれ、幼少期をホロドモール、つまりスターリンによる大飢饉と戦争の惨禍の中で過ごしたのだ。極限的な飢えと暴力の中で育ったので、それだけで十分すぎるほど過酷な環境だわ。さらに注目したいのが、兄が近所の人間にさらわれて食べられたという話を幼少期に繰り返し聞かされていたという点なのだ。これが事実かどうかは確認できないが、彼の内面に死と暴力のイメージが根付くには十分な刷り込みだったと思うのだ。でも同じ環境で育っても犯罪者にならない人はたくさんいるわよね。何が彼だけの分岐点だったのかしら。僕はそこに性的な問題が深く絡んでいると思うのだ。彼は勃起不全を抱えながらも結婚し、子供を設けたが、通常の性的関係では興奮を得られなかったとされているのだ。暴力と支配を通じてしか快楽を得られない構造が幼少期の恐怖体験と結びついた可能性があると思うのだ。もし彼が幼い頃に適切なケアや教育を受けられていたら違う人生があったのかしら。それは重要な不可説なのだ。ソ連体制下では精神的な問題を抱えた人間が専門家の支援を受ける仕組みが極めて貧弱だったのだ。1973年に女子生徒へ最初の性的暴行を行った時点で、適切な介入があれば連続犯行は防げた可能性があると思うのだ。そこで止められなかったのが後の52人以上の命に直結したということよね。許せないわ。次に、生まれつきか環境かという問いについて考えたいのだ。彼に反社会性パーソナリティ障害やサイコパシー傾向があったことは専門家の間でも指摘されているのだ。ただ、それが先天的なものだったのか、過酷な環境が形成したものかは断言できないのだ。でもサイコパシーの傾向があったとしても、環境がそれを増幅させたという見方もできないかしら。その通りなのだ。飢饉、戦争、性的機能の問題、ソ連という閉鎖的な体制、これらの要素が複合的に重なった結果として彼は生まれたと考えるのが自然だと思うのだ。単一の原因に還元できない複層的な悲劇なのだと思うのだ。一つ一つの要因は他の人にも当てはまりうるのに、これだけの惨劇になったのね。僕はやっぱり環境が彼の持つ素因を最悪の方向に引き出したのだと思うのだ。生まれつきの傾向とそれを止めなかった社会の両方に責任があると言わざるを得ないのだ。私も同じ見方をしているわ。ただそれを認めることが社会の改善につながらなければ意味がないわよね。次に、なぜ彼の犯行が12年以上にわたって見逃され続けたのかを考えたいのだ。52人以上が犠牲になるまで止められなかったというのは捜査の失敗としか言いようがないわよね。ソ連という体制の問題が大きいと思うのだ。当局はシリアルキラーの存在を西側の料理と位置づけ、社会主義国家では起こり得ないと公式に否定していたのだ。つまりイデオロギーが捜査の足を引っ張っていたということなの？それは被害者にとってあまりにも理不尽だわ。さらに、冤罪という問題も重なっているのだ。無実の人間が逮捕、処刑されてもなお、実際の犯行は続いていたのだ。本当の犯人が外にいるのに別の人が命を奪われていたということね。二重の意味で許せないわ。シカチーロが長期間社会に溶け込めた理由の一つは、彼が教師、工場職員という普通の市民として機能していたからだと思うのだ。周囲の人間には彼の内面を疑う手がかりが表面上なかったのだ。でも1973年の性的暴行の時点で適切に対処されていれば、その後の悲劇は防げたとも言えないかしら。その点は非常に重要だと思うのだ。最初の暴行事案が当局に深刻に受け止められず、彼が教団を去った後も社会に止まり続けたという事実は、介入の機会が確実に存在していたことを示しているのだ。性暴力を軽視する社会の空気と体制を守るための情報統制、その両方が被害を拡大させたということよね。再犯フラグとして見れば、1973年の段階が最大の分岐点だったのだ。そこで司法、教育、
医療のどれか一つでも機能していれば52人の命は失われなかったかもしれないのだ。たった一度の適切な介入がこれだけ多くの人を救えた可能性があったということで、それを思うと言葉が出ないわ。僕はやっぱりこの事件の最大の問題は個人の狂気ではなく、危険信号を無視し続けた社会システムにあると思うのだ。イデオロギー、制度の硬直、性暴力への鈍感さが組み合わさって最悪の結果を招いたのだと断言したいのだ。私も同じ見方をしているわ。体制が問題はないと言い続ける限り、問題は見えないまま拡大し続けるということよね。そして今の社会でも同じ構造は形を変えて存在しうるのだ。この事件を風化させてはならない理由がここにあると思うのだ。過去の悲劇から目を背けないことが未来の被害者を守ることにつながるわ。それを忘れてはいけないのね。というわけで今回はソビエト連邦を震撼させた連続殺人犯アンドレイ・チカチーロの事件を解説したのだ。どうだったメタン52人以上という犠牲者の数もさることながら、何度も逮捕のチャンスがありながら見逃され続けたという事実が本当に重くのしかかってくるわ。仮説パートで話した体制の沈黙という視点は、これだけ長期間犯行が続いた理由をよく説明していると思うの。社会全体が共犯者になっていたと言っても過言ではないわ。犠牲になった52人以上の方々はその多くが未来のある子供たちだったのだ。誰一人としてあのような形で命を奪われるべき理由などなかったのだと伝えたいのだ。どうか全ての被害者の方が安らかに眠れていますようにと願うばかりよ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。